And this apocalyptic sight as we see it transpire. Laboratory position. Welcome back, everyone. It's Julius Yagihara again. It's been a while since the last episode about Butch Sturbins. If you haven't watched it yet, click right here to catch up with the exclusive stories told by Butch himself. Last episode was about Butch Sturbins entering a contest in Japan alone and winning second place. Going the other way, did you know that there was a Japanese man who went to Los Angeles alone and became a member of the Z-Flex team? His name is Masao Mizuno. He actually has a skate part from Z-Flex, of course, using the Z-Roller. In this episode, we interviewed Masao Mizuno and asked him how he joined Z-Flex and what was it like living in LA at the time. So without further ado, here we go. Yoshi,行くぜ。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように星空を見上げて一人ぼっちの夜。上を向いて歩こうっすね。ビデオだからお前コメントしろよって言うからそう恥ずかしいじゃないですか。めっちゃ緊張しいだから歌にさせてって言ってまあ名古屋なんで栄のセントラルパークってテレビ塔のところにあるところでまあ当時フリースタイルとかランプとかもあってそこでスケボーやってる人がいてうわ何これってそこでスケボーに出会ったんですよ。それで小学校5年生かな4年生かな。前回は西野正明名古屋ですね。僕そうなんですよ。フリースタイル上がりなんですよね。当時浜松の友達が田崎武ってたけちゃんっていうのがフリースタイルやっててで僕も最初フリースタイルやってたからつながっててアメリカに行ってきたって言ってあいつはもともとスケボーの大会で会っててで俺がロス行ってるの知ってて連れてってほしいっつってで連れてってやった最初ハリウッドに家借りて家賃多分シェアして当時サークルスケートってベニスでショップがあってそのたけちゃんが、サポートされてたんですよ。で滑っててあいつは車持ってねえから確か砂利は今日どこ行ってみようぜみたいなあそこ行ってみようあそこ行ってみようみたいな時間帯とかとかでベニスでも滑るっつって言って、ウエストウッドとかハリウッドとかいろいろ滑ってたけど夜とかは、昼間はベニスで滑っててで滑ってる間に Z のジョージ・ウィルソンって、ブッチーとかもいたんですけどジョージ・ウィルソンとかがビデオを撮っててそこで見せたんだ、多分あれだねサンタモニカの裁判所かなんかでその時に滑ってるところをお前も滑ろうみたいな感じで滑って撮っててで撮ってるうちにいやお前もう撮るからって言ってでティム・ジャクソン分かりますかケリー・ジャクソンで音撮ってケリーとかとよくあれしとってでなんかジェフ・ハートセルとかジョン・トーマスとかの時代なんですよ。ドッグタウンとかもあってジョージ・ウィルソンとティム・ジャクソンも撮ってたんですよ。でその時にいやこいつを G ボーイズに行ったらいいんじゃないのかって言って「いや俺ドッグタウンじゃないのか」って言って「いやティム俺ドッグタウンじゃね?」って言って「いや違うお前 G ボーイズだ」って言ってなんかそんな感じで次の日かなんかコンプリート持ってきてでこれ乗って撮るって言ってでお前も G ボーイズなんだって言ってお前 G ボーイズだから G ボーイズの板だって言って乗ってでローラーのトラック変わってるなこれって思ってそれめちゃめちゃ好きになってこんなん乗ってるやついねえしそれ使って撮ってたんですよね。That boy probably made him spread like wildfire. Wild.
フェラデルフィアからリキョエラも来てたんですよ。で一緒にビデオ撮ってましたよ。でお前さカーブとか流す時に短いのダメだって映りあんま良くねえからなるべく流した方がいいんだよとかそういう話してましたよ。リキョエラとリキョエラがランプやってるところあそこにも行くっつって言ってダウンタウンの向こうに行ったところの101のフリーウェイ乗って行ったところのそこのミニランプ行ってミニランプだけど俺そんなに得意じゃないし俺その苦手バレちゃうぞみたいな感じであったけどリッキョエラめちゃめちゃうまくてこいつすげえプロみたいな滑りするけどやっぱこいつプロなんだみたいな感じで思って。That's how I got on at that mini ramp. So when I went skating and filmed for the Devastation video, they had no idea that I could skate street. They had no ideas I could do nollie flips. You know, really? When no one could. I was more of the modern dude skating for Z. G の本拠地のベニスビーチって多分結構治安がめちゃくちゃ悪いところらしくてみんなほっとくと子供たちがみんなギャングになっちゃうからギャングにならないように G プロダクツは当時地域の子供たちにその中古のスケボーをライダーたちが乗り捨てたスケボーとかをこう子供たちにあげたりとかっていう活動をしてるっていう話は聞いたことあるよね。子供たちにそういうなんか楽しみを与えたっていうかその目標を作るようにそのスケートボードをやらせるそういう活動をしてるっていうのは聞いたことあるよね。お前子供なのになんで学校行かねえんだって言っていや俺スケボーだけでいいからって言って話しててそのお前少年なのにそのスケボーだけやってたらダメだろってお前ちゃんと学校行かなきゃダメだよって言ってそれでなんかベニスハイスクールに前入るんだって言ってって言ってそのままベニスハイスクール連れてかれてで一回ベニスハイスクール入ってたんですよね。よくわかんないんですけどおおマジかと思ってで自分たちスケボーを通して不良の道に行かないような感じでやってるっていうのを僕も聞きましたね。でおおそうなんだって言ってそれを学校行ってでそれ終わったらベニスで滑っていいんだお前みたいな。The samurai who traveled abroad with a single skateboard, Masao Mizuno. Not like how we just look up things now. Back then, people had to gather information from books or from other people. Of course, there weren't any iPhones. It was the time period before cell phones were a common thing to have. You get why it wasn't so simple. Both Butch and Masao were able to move to the next stage because they took on challenges that normal people would have hesitated. I myself actually moved to Canada and working to achieve my goals. Anyway, I'll be narrating the rest of the season 2 of Laboratory Tsushin, so hope you'll enjoy. See you next time. It's your host, Julius Yagihara, tuning in from Vancouver, Canada.